パースをつけると手とのバランスがね崩れちゃうとみっともない絵になっちゃうから、そこら辺は気をつけておかないと。なんか見せたいものを見せられるように少し嘘をついていい感じ。そうですね。よろしくお願いします。毎度です。またひろいさんが来てます。どうも。今回はまたアナログ設定ができました。今回はなんか難しそうなポーズ、よくほらライフルとか構えてるポーズあるじゃないですか。まあほらスナイパーとかスナイパーね、まあちまちま書いていくのはめんどくさいんですけど、はい、ちょっと手元とか隠しながらでも決まったポーズを一つ書いてみようかなと。じゃあお願いします。はい。まあポーズとしては正面に持ってきて、はい、ライフルを巨大化させた方がごまかせる。わかりました。角度もちょっと斜めにした方がそれっぽく見えるから、上から下のもしかしたら頭から足のラインなのかな。まあ頭の位置を決めてからやりましょうかね。じゃあこれは全身っていう感じになりますか。まあ足元は切っちゃいますけど。わかりました。なるほど。じゃあ直接カメラに向いてる感じで狙ってる感じ。ちょっとカメラからは外れてるような感じにはしてるんですが、こういう角度がなかなか難しい。銃のなんか長いところをなんか描きたくなっちゃう。腕みたいに、こういうなんかパースで長い棒みたいなものを描くアドバイスとかありますか。先にその丸い先端描くか。そのシチュエーションによりますよね。最後この銃口をここに持ってきたいっていう時はそこから描いたりするし、まあだいたい本体の位置を決めて、手の位置を決めて、まあ微調整していく感じですけどね。じゃあ別になんか特別なガイド線を書いてからじゃなくても大丈夫そうですか。そうですね。あとはコツとしてある程度指を隠す方が簡単に出来上がるのかな。ここだともうほとんど隠れてるからごまかしが効くんで。いいね。これはどういうポーズですか。座っている感じですか。立ってますね。立ってるんだ。じゃあちゃんと腕がなんか前に伸ばしてる感じですね。シワを使ってちゃんと腕の形表現する。右その定規を使って左右を確認する感じですか。そうですね。バランス取れやすいように書いておくと。アニメーターのオフィスとかこういうなんかおもちゃ的な銃とか置いてあるんですか。まあ好きな人は置いてるでしょうけど、だいたい今は写真参考とかね、雑誌とか綺麗な写真を見ながら、そうね。あとプロップデザインの人がそういう小物は設定を起こしてくれるんで。今のポーズで左手でその銃をサポートしてて右手で撃つ感じですね。なんか寒そうなところで撃ってるからなんとなくジェームズ・ボンドを思い出す。でいつもひろいさんが言ってるようにシワがそのお尻の方に行く。そしてキャラクターの髪を描く。なんというラインでしたっけ。 V ラインだっけ。日本語では額のこのことは富士額って言うんですけどね。富士額ちょっと富士山逆さにしたようなこういうラインができるでしょう。なるほど。そのアニメーターとして仕事を始めた時になんか自分が書くスピードが足りないと思ったらどうしたらなんか速くなりましたか。ひたすら自分のことをマシンだと思い込むんですよ。例えば何か目的を設定して毎日3枚書けるようになるとかしてましたか。いや3枚じゃ全然遅いんで。でしょうね。初めてアニメーターなんか動画さんとして働くなら何枚なんか1日何枚は平均的ですか。今はデジタルになって自分の頃とは全然比べようもないと思うんですけどね。そうね。今のことは分かりませんね。自分が今デジタルの動画やれって言われたら操作で迷っちゃって、一日全然書けないと思いますよ。ね。やっぱり慣れてる環境の方がちゃんと仕事できますね。そうですね。まあ下書きはこんな感じで。すごいね。あと分かりやすいように実線を引いていけば。ありがとうございます。これはアニメーションにするときに例えばそのバレツを打っ
でそのキャラクターがどんどん小さくなる。そうですね、よくありますよね。そういうのは原画一枚一枚全部描きますか？だいたい何枚か描いてその間を動画で埋めてってもらいますけどね。だいたいこのポーズはちょうど1年ぐらい前にある作品を手伝ってて、それがギャラ払ってもらえなかったんですよ。なんだそれまあその時描いてたのがこういう絵の感じなんですけど、はい、転んでもただでは起きんぞってわかりました。ネタとして使わせてもらってます。素晴らしい。これ何の線ですか？ただ単にこれじゃね、まあこんな感じですよね。すごいいいねいいね。そのロボットメカロボットを描いた感じみたいに、角とかそういう形にしたらいいですね。あれそれでなんか野菜の話もできた感じ気がする。面取りしますよね。煮崩れはこれはさすがにしないだろうけどいいですね。その線が綺麗に描けるためにちゃんと紙を回してスムーズな。液タブでやろうとするとね手間がかかっちゃってそうね。特にタッチ操作はついてないタブレットだと難しいね、なんかいつもこういう撮影で日野井さんがゆっくり線画を描いて、結局もっとなんか短い時間で結構しっかりした形な絵を描けるのに、私がなんか同じタイミングでなんかスピードで描こうとしたら逆になんか時間がかかるのが問題で、何かアドバイスとかありますか？慣れですね。慣れだけまあいろんなものを描いてるとイメージがまとまりやすくなりますからね。なんか宿題として何かやり方とかおすすめとかありますか？まあ自分の好きな作品があるでしょうから、その絵をひたすらね、模写でも何でもいいから描いときゃいいんじゃないですか。そうするとどういう意図でこういう描き方をしてるのかっていうのが理解できてきますから。なるほど。狙うためになんか一つの目を閉じる感じですかね。そうですね。そしてシワのいろんなところに影つけて、で外側の線画をチョックしてなんか絵が締まる感じですね。ポケットぐらい描いとかないとねとまあこんな感じですか。すごい素晴らしい。ありがとうございます、はいはい。すごいね。まあメインポイントはそのかっこいい角度を描こうとしても別になんか手のごまかしっていうのがありましたね、まあこれぐらい逃げていいんじゃないですかね。手は描いてるけどなんか手は全部描いてるわけでもない。その10はメインポイントになってますね、でその右足が上がってる理由はなんかサポートでなんか近くの台に乗ってる感じですか？どうなんでしょうねこうだから地面はこうで、単純になんか足が曲がってもっとしっかりしたポーズになる感じ、まあ左足は結構伸びててそれを支えるような感じで右足を曲げて踏ん張ってるってところですかね。構図的な質問ですけど、ファインダーの後ろよりもなんか離れた方がなんかちゃんと目の表情が見れる状況にします。本当にね覗かせるとね窮屈な格好になっちゃうんで、ここはしれっとね嘘をつきました。いいね。現実で本当はこうなる構図よりもなんか絵的に良さそうな、表情が見れる角度とかありますね。そうですね。やっぱり覗かせたいときは、スコープがこうあってざっと描いてこんなもんですけどちょっとここまで寄った絵にするからスコープの下のこういうところがね角度ちょっといじって見えるように。なんか見せたいものを見せられるように少し嘘をついていい感じ。そうですね。あとはその構図的に本当は右手も銃を持ってるところはあるんだけど角度を選んで見せない角度だったら描かなくていい感じですね。パースをつけるっ
と手とのバランスがね崩れちゃうと、みっともない絵になっちゃうから、そこら辺は気をつけておかないと。顔がこの大きさで手がこれぐらいの大きさになっちゃってるんで。手を前に伸ばしてアドバイスとかありますか？今左腕がなんかいろんなジャケットのシワついてるから形が分かりやすくなっています。やっぱりね、こういうパーツで捉えて大きくなってるから、隠れてるところ描くとこんなになっちゃいますけど、それに合わせて服とか描いていけば。じゃあ腕とかだったらその下の基本の形を想像してで服を着せるならその基本の形に合わせて描いた方がうまく表現できるのかな。体を描いてその上に服を着せた方が説得力があるんで。そうですね。であと一番最初のポイントだったけど、その斜めに描くこともなんか特別な目的とかありましたか？まっすぐに描いちゃうとなんか迫力ないんですよ、こういうのって。なるほど。実際の実写の映画でもやっぱりね、カメラワークとかでね、こういうところにはこだわってますからね。そうですね。ありがとうございます。はい。じゃあ皆さんぜひ他のかっこいいポーズキックしてるところとか、ああいう動画いっぱいありますので、ぜひプレイリストを見てください。あとはドキドキチャンネル登録お願いします。じゃあひろいさんありがとうございます。バイバイ。どうも。